はい、哲也です。今日はね、香港の報道の自由を守れ21カ国共同声明というテーマでお話してみたいと思います。中国の人権問題はもう単に中国の国内問題を超えて、今や世界人類共通の問題へと発展しつつありますね。先日も香港における言論弾圧の動きを懸念した世界の21カ国の政府グループが中国を厳しく非難する共同声明を発表しました。僕はこれに関する情報を主にこの21カ国中国に香港での報道の自由への攻撃をやめるよう要求と題する記事から得たので、今回はこの記事内容をベースにお話ししてみたいと思います。米国を含む21カ国は先日、具体的に言うと7月9日に香港における報道の自由の現状及び将来について懸念を表明する共同声明を発表しました。報道の自由とジャーナリストの安全の確保を目指して2019年に設立された報道の自由連合を構成する国々のうち21カ国の政府グループが香港の民主化を支援する新聞として知られるアップルデイリーリンゴ日報を強制的に廃刊に追い込み、同社のスタッフを逮捕拘留したことを問題として取り上げました。共同声明には、ジャーナリズムを抑圧するために国家安全維持法を適用することは香港基本法と中英共同宣言で規定されている香港の高度な自治及び香港住民の人権と自由を損なう深刻かつ否定的な措置であると記されています。昨年夏に CCP 中国共産党が厳格な、というか厳しいね、国家安全維持法を発動したんですね。その後、香港という世界の金融ハブの自由は急速に失われつつあります。それ以来、数十人の民主化を進めようとする指導者らは、政治難民として外国に亡命した者を除けば皆起訴される運命か、もうすでに刑務所に幽閉されている状態なんですね。最近、人権問題を扱うアムネスティ・インターナショナルは、この法律が香港を急激に警察国家に仕立て上げようとしており、香港住民に人権における緊急事態を作り出したと指摘しました。また、国境なき記者団は世界中の民主主義国家に対して、中国の政権に対し独裁的な政治をやめさせ、報道の自由の回復を確実なものにするために中国の政権にもっと圧力をかけようと強く呼びかけました。それとね、あれは6月17日のことですね。約500人もの警官がアップルデイリーを強制捜査、つまり家宅捜索し、同社の資産を凍結し、事実上廃刊に追い込みました。同誌は6月24日に最終版を100万部も、通常10万部なんですけどね、100万部もね、印刷した後閉鎖して、その後同社のね、ソーシャルメディアアカウントも閉じたということなんですね。アップルデイリーの幹部の2人、チョン・キムフン CEO とライアン・ロー編集長は、国家安全維持法の下で共謀の罪に問われています。彼らは先月保釈を拒否された後、現在も拘禁されたままです。次の法廷尋問は8月13日に予定されているとのことなんですね。6月下旬、アップルデイリーの記者のファン・ワイコン氏とヨン・チンキー氏の2人も逮捕され、ファン氏はね、その後釈放されたという、保釈されたっていうね、報道もあるんですけどね。それからアップルデイリーの創設者のジミー・ライ氏は、2019年6月に始まった反 CCP の民主化運動が最高潮に達した頃、香港の大規模な抗議運動を支持したという、容疑で逮捕・起訴され、現在服役中なんですね。ライ氏はまた、それとは別の国家安全維持法違反の罪でも裁判を受けることになっているということなんですね。6月28日、香港ジャーナリスト協会はアップルデイリーの閉鎖後、複数の地元メディアがすでに公開されたビデオや解説記事の削除といった、いわゆる自主検閲を行ったのを確認した後でね、次のような懸念を表明しました。それはホワイトテロが蔓延していることを示している。それは文字の獄の可能性に対する報道機関の懸念と、報道の自由を守るという香港政府とその執行機関のコミットメントへの信頼が著しく揺らいでいることを意味するとね。ホワイトテロとは民衆に対する時の政治権力側によるテロ的な攻撃を意味し、
文字の獄とは古代中国における学者や知識人に対する言論弾圧や迫害を意味します。この学者や知識人というのは、反体制側の人ということなんですね。21カ国の政府グループはまた、香港で新しい法律、これフェイクニュース法というのがね、施行される可能性について非常に懸念しているとした上でね、それは政府の政策と行動に対するメディアによる検証と批判を排除するために利用される危険性があると警鐘を鳴らしました。本心はともかく表向きはゴリゴリの親中派として知られる香港の指導者キャリー・ラム氏が今年の2月に初めてこの法案を提案した後、香港政府は今日まで数ヶ月にわたってフェイクニュース法の導入について話し合ってきました。キャリー・ラム氏はこれまでこの法律の必要性を何度も繰り返し主張し、フェイクニュース法は誤った情報やヘイトや嘘を防ぐために絶対に必要な法律だと力説してきたんですね。しかしながらこの法案は香港ジャーナリスト協会、香港外国人特派員クラブ、国際ジャーナリスト連盟など多くのメディアグループから厳しい批判を浴びています。特に国際ジャーナリスト連盟はキャリー・ラム氏のフェイクニュース法に関する発表を受けて次のようにコメントしました。フェイクニュース法は一部の人々、つまり為政者らが語られたくない情報を明らかにする本物の報道を狙い撃ちにするものだとね。21カ国の政府グループも今回の共同声明の中で中国政権と香港政府に対し国際的な法的義務に従って報道の自由を守るよう強く要請しました。ところでここまでの話を聞いてあなたはちょっと気になりませんか？そう、今回共同声明を出した21カ国の政府グループとは一体どこの国のことなんでしょうかね。その中に日本は入ってるんでしょうか。あとお隣の韓国さんはどうなんでしょうかね。というわけで最後に今回中国と香港政府に対して非難の共同声明に署名した政府が属する21カ国の名前のすべてを読み上げてみたいと思います。いいですか？いきますよ。米国、オーストラリア、オーストリア、カナダ、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、英国、フランス、ドイツ、アイスランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、スロバキア、スイス、そして日本です。日本も入っていたんですね。ちょっと安心しました。あれね、韓国さんは同じ自由と民主主義を標榜する先進国なのにどうしちゃったんでしょうかね。それぞれの国でいろいろと事情があるでしょうからね。とにかく言うのはここではやめたいと思いますけれども、いずれにしてもね、日本もちゃんと今回の共同声明に名を連ねていたことは良かったと思います。今後ともね、日本は人権問題に関してはね、国際社会としっかり連携して言うべきことはきちんと言うというスタンスを貫いてほしいと思っています。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。Good luck。 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。